こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。世界の諸君、2022年が始まりましたな。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はみんなあれだろ。たこ揚げとか駒回しとかで遊ぶんでしょ？それは多分、昭和の時代の話よ。さすがに時代が古すぎたか。じゃあ、熟卓バンバンとかで遊ぶんだろ？それも古いんじゃないかしら？さて、今日は新年と全然関係ないんですが、アメリカ軍の主力装備であった M1903 スプリングフィールドについて解説していきます。全然正月と関係ないぞ。相変わらず武器の解説だわ。M1903 スプリングフィールドとは？一体なんだそいつは。第一次大戦から第二次大戦を通してアメリカ軍の主力装備だったボルトアクションライフルです。名前の通り、1903年に完成したライフルです。1903年から第二次大戦って結構長い期間使われていたんだね。そうね。第二次大戦の開戦前には M1 ガーランドというセミオートライフルが完成し、アメリカ軍の主力装備になります。しかし M1 ガーランドは戦後に十分な数が行き渡ったわけではないので M1903 の使用されたのです。なるほど。古いけど武器が足りないから使い続けたってわけか。でもそんな古い銃が第二次大戦で役に立ったのかな？古い銃といってもボルトアクションライフルとしては完全対応。アメリカ軍に限ったことではないですが、20世紀の初頭でボルトアクションの技術は完成していたのです。そうだっけ？そうなのよ。第一次大戦時、主要国の軍隊の歩兵の主力ライフルを比較しますと、イギリスがリー・エンフィールド、フランスがレベル、ドイツがマウザー98、日本が38式歩兵銃、ロシアがモシンナガン、そしてアメリカの M1903 ですね。これらの銃は特徴の違いはあれど、性能差においては甲乙つけがたく、改良の余地がないほどのパーフェクトなボルトアクションでした。あ、フランスのレベルは除きます。ルベルをのけものにするな。フランスのルベルは、チューブラー弾倉のため、他の国のライフルよりも性能が劣ります。ルベルはともかく。世界水準でもうすでにボルトアクションは成熟していたというわけか。そういうことね。第一次大戦が終わった後、歩兵の主力装備は、ボルトアクションからサブマシンガンやセミオートライフルへ移っていきます。そういうことだったのか。連射力に特化した銃が登場するってわけだね。ただ、第一次大戦までは、どこの国もボルトアクションライフルが主力装備でした。ふむふむ。M1903 は最強のボルトアクションと名高いドイツのマウザーを模倣したライフルです。またしてもマウザーか。M1903 に限らず、世界中のボルトアクションのほとんどは、マウザーを模倣したものです。大体マウザーのせい。M1903 の歴史と性能について見ていきましょう。まずはアメリカの武器事情から解説していきます。1890年代の初め、アメリカ軍が使っていたライフルは2つありました。主力のクラップ・ヨルゲンセンとトラップドアというライフルです。なんか聞いたこともない名前のやつだな。ちゃんと使える武器なんだろうな。クラック・ヨルゲンセンはノルウェーのライフルで M1903 が登場するまでアメリカで使われました。ノルウェー軍、デンマーク軍、アメリカ軍で正式装備となりました。アメリカでは1892年にクラック・ヨルゲンセンを正式装備とし、スプリングフィールド M1892 という名前で採用します。スプリングフィールドってのはアメリカの工場の名前だったかな？そうね。スプリングフィールドはアメリカで一番大きな工場です。で、トラップドアってのは何ですか？トラップドアとは、スプリングフィールド M1873 のことで、旧式の単発ライフルです。アメリカは19世紀の後半になっても単発ライフルを使っていたのか。1865年にアメリカ南北戦争が終わり、アメリカ国内の武器市場は縮小していました。戦争で使った大量の武器の在庫もあったので、それも使用していたのです。なるほどね。大きな戦いがひとまず終結して、武器の需要も減ったんだ。しかし、トラップドアは黒色火薬の単発銃です。19世紀の後半になると、さすがに時代遅れなので、アメリカ軍は主力となる新たなライフルを探していました。そこで採用したのがクラック・ヨルゲンセンです。そのヨルゲンセンってのは優れた銃だったの？悪い性能ではありません。しかしこのクラック・ヨルゲンセン、アメリカ史上最も短命の正式装備となってしまったのです。
M1903 が次の正式装備だから、約10年くらい使われたってことか。性能が悪くなかったのに引退しちゃったのは、一体何があったんだ？クラック・ヨルゲンセンを主力武器から外した決定的な理由がありました。その理由となったのが、米西戦争です。米西戦争ってのは、アメリカとスペインの戦争だね。1898年、カリブ海のキューバの独立戦争に便乗して、アメリカとスペインが戦いました。キューバはスペインに支配されていましたが、独立を求めて長らく戦っていたのです。そこにアメリカが介入したわけか。スペインと戦うと言っても、戦場はカリブ海ということなんだね。そういうことね。この戦争、アメリカ軍は主力武器としていたクラック・ヨルゲンセンと旧式のトラップドアで戦いました。しかし、戦う相手が悪かったというか、なんというか、敵対したスペイン軍は、あのマウザーを装備していたのです。ここでマウザーの登場か？マウザーはドイツの銃器メーカーで、非常に性能の高いボルトアクションで評判でした。アメリカ軍は、マウザーを持ったスペイン軍の兵士相手に大苦戦を強いられます。その話は、今までの動画の中でも何回か出てきたね。そうですね。あまり細かい話はしていなかったので、今回は詳しく解説していきます。アメリカ軍はそんなにひどくやられてしまったの？かなりこっぴどくやられてしまいました。米西戦争の中で、三反高地の戦いというものがあります。この戦いで、たった500人程度のスペイン軍は、16倍の戦力を持つアメリカ軍8000人の攻撃を長時間にわたって阻止しました。マジですか？いくらなんでも、500人で8000人を阻止できるとは思えん。さらにアメリカ軍は、約1400人もの死傷者を出してしまうことになるのです。1400人の死傷者って、スペイン軍の兵士の3倍近い人数じゃないですか。戦いは数ではなかったのか？戦いにおいては数が基本ですね。これまでの歴史を振り返っても、武器の性能だけで勝利する事例は多くはありません。しかし、時に武器の性能差が戦況を大きく左右することもあります。その現象を起こしたのが、スペイン兵士の装備していたマウザー M1893、通称スパニッシュマウザーと呼ばれるライフルです。マウザーの射程と攻撃力にアメリカ軍は驚愕しました。そんなにか。スパニッシュマウザーの性能は、クラック・ヨルゲンセンを圧倒的に凌駕していたのです。クラックの3040クラック弾の弾速は秒速600メートルほどです。それに対し、マウザーに使用されていた 7mm マウザー弾の弾速は秒速700メートルに達していました。秒速100メートルの差があるってことだね。その差が戦いに顕著に現れました。弾速の速いマウザー弾は、水平に近い弾道で飛び、長い射程距離と高い命中精度を持っていました。当時、アメリカ軍の司令官だったセオドア・ルーズベルトは、どこから攻撃されているのかわからないと恐れました。これが本当のアウトレンジ戦法ってやつだ。マウザーとクラック・ヨルゲンセンでは、射程やストッピングパワーだけでなく、装填速度にも大きな差が出たのです。マウザーの方が速かったということなの？そうね。クラック・ヨルゲンセンは、ボルトアクションで5発装填のロータリーマガジンです。こういう感じの装填になります。弾薬がくるっと回転して装填されるのか。クラックは1発ずつ手で押し込んで弾薬を装填します。しかし、マウザーはストリッパークリップを使って瞬時に5発を装填できるのです。マウザーは射程、命中、発射速度でも完全にクラックを上回ったわけなんだね。この戦い、結果的にはアメリカが勝利しますが、マウザーにこっぴどくやられてショックを受けます。戦いの後、すぐにスパニッシュマウザーを研究し、新たな武器の開発に取り掛かりました。なるほど。そうして生まれたのが M1903 スプリングフィールドってわけか。そうよ。M1903 の開発には、スパニッシュマウザーだけでなく、マウザーの最新ライフル、ゲベア98も参考にしました。ゲベア98は、1898年に、ドイツ軍の正式ライフルに採用されたライフルですね。ゲベア98、マウザーの完成形と言われた最強のボルトアクションだ。アメリカのスプリングフィールド交渉では、30口径のクラック・ヨルゲンセンをベースに改良を加えていきます。実験の結果、クラックはボルトの強度が弱く、マウザー弾のような強力なカートリッジには耐えられませんでした。なるほど、クラックは、ボルトの構造が弱かったのか。アメリカ軍はマウザーを徹底的に研究し、ボルトの構造もマウザーを流用することにしたのです。こうして新たに M1903 が完成しました。30口径、7.62mm 口径のボルトアクションです。
弾薬も3040クラックからパワーアップさせ、3003スプリングフィールドを開発しました。口径はクラックと変わってないんだね。3003ってどういう意味なんだ？ 30は30口径のことね。3040クラックの40は40グレインの火薬の量で、3003の03は1903年の03です。火薬の量から西暦に名前が変わったのね。3003は45グレインの火薬を使っていたので、3045とも呼ばれました。この間の初心者向けの動画の中でも紹介しましたが、弾薬の命名方法に特にルールはありません。口径だけは表記してありますが、使う弾を間違えなければ何でもいいって気はする。しかし、世界で新しくスピッツァー弾という尖った弾丸が登場します。3003は、ラウンドノーズという丸っこい弾丸だったので、スピッツァー弾へアップデートされました。これが3006スプリングフィールドという弾薬で、長らくアメリカ軍の主力の弾薬となります。06ってのは、西暦1906年のことか。そういうことです。20世紀のアメリカ軍は、拳銃弾が 45ACP、ライフルでは3006が標準的な装備となります。どちらの弾薬も NATO との弾薬の共有が図られる1970年代の後半まで主力であり続けました。NATO はヨーロッパと北米を中心とした軍事同盟のことだ。3006ってのが1906年に正式装備になって、その後70年近くは主力の弾薬になったということなんだね。そうね。現在でも使用されている弾薬です。3006も100年使用されている弾薬だったのか？ 3006は M1903 のために作られた弾薬ということになります。こうして M1903 と3006という強力な装備が整いました。さらに M1903 はボルトレバーを曲げて操作速度を高める工夫も加えていたのです。おう、リー・エンフィールドのように操作速度も高めたんだね。そうね。しかし、ほとんどの部分をマウザーから勝手にパクったため、訴訟を起こされてしまいます。あれ、許可を取ったわけじゃないのか？取っておりません。この訴訟によって、マウザーに20万ドルのお金を支払うことに決定したのです。1900年頃の1ドルの価値は、現在の25ドルくらいなので、500万ドルくらいでしょうか。そんなに高くない気がするな。第一次大戦後には、マウザーから追加で訴訟を受け、さらに41万ドルを支払うことになります。合計で、マウザーに60万ドル以上支払いました。少なく見積もっても15億円くらいか。しかし、60万ドルの価値は十分にあったと思いますね。第一次大戦でアメリカは M1903 を主力武器として参戦しました。しかし、全く数が足りませんでした。3センチには80万丁の M1903 が配備されたと言いますが、それでも足りなかったようです。80万あっても足りんのか。ですので、イギリスから輸入したリー・エンフィールド SMLE を改造してアメリカで生産しました。これはアメリカ版リー・エンフィールド M1917 という武器ですが、M1903 の倍以上の数が配備されたのです。せっかく M1903 を作ったのに、イギリスのライフルが主力になっているのか。そうなのよ。でも M1917 は重く、M1903 の方が使いやすいと、アメリカ兵の間では評判でした。第一次大戦で無双したアメリカのアルビニョークも好んで M1903 を使ったと言います。第一次大戦のアンデルセン神父と呼ばれたヨーク軍曹のことか。第一次大戦では実験的に M1903 用に設計された特殊なアタッチメントがありました。それがペダーセンデバイスと呼ばれるアタッチメントです。なんすかそれは？ライフル用のアタッチメントって中堅とスコープ以外にもあったの？ペダーセンデバイスはボルトアクションをセミオート化できる装置です。レミントンで働いていたペダーセンという人が発明した装置ね。ボルトアクションをセミオートにできる装置だと、そんなチートみたいな装置があれば無双できるぞ。M1903 のボルトパーツを引き抜いてペダーセンデバイスをセットします。ペダーセンデバイスには40発のマガジンとブローバック機構が内蔵されています。そしてマガジンには30口径の拳銃弾が装填されているのです。つまり、ペダーセンデバイスってのは M1903 で拳銃弾を連射するための装置ってことか。そういうことです。弾薬の装填と連続発射は M1903 本体とは別系統で賄う仕組みですね。重心と薬室、引き金を M1903 が担当し、
発射、装填、廃墟をペダーセンデバイスが担当します。まさに合体。スーパーガンダムみたいなものだな。セミオートってことは、引き金を引くだけで連射できるわけだよね。そうよ。ペダーセンデバイスは、塹壕戦の膠着状態を打開するための切り札として設計、製造されました。このデバイスが装着できるタイプが M1903 マーク1というタイプですね。こんなのが塹壕戦で投入されたらチートすぎる。しかし、ペダーセンデバイスが量産される前に戦いは終わりました。もし、ペダーセンデバイスが第一次大戦に投入されたら、チート兵器の一つになっていたと思われます。ペダーセンデバイスは、実際に動画を見ていただいた方が理解が早いですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。これは多分、普通に強えぞ。ペダーセンデバイスはアメリカ版リー・エンフィールド用も設計されました。しかしやはり、戦いが終わったため、生産されなかったのです。後にペダーセンは M1 ガーランドとアメリカ軍の正式装備を競ったペダーセンライフルを作りますが、その話は別の動画で紹介しようと思います。大規模な塹壕戦を経験するまで、世界の軍隊では射程距離が長く、命中精度の高いボルトアクションを重宝していました。しかし、苦しい塹壕戦を体験した軍隊は、近距離戦で効果を発揮する武器の必要性を感じたのです。それがサブマシンガンやセミオートライフルです。第一次大戦の塹壕戦をやる前は、長距離戦ばかりに目がいっていたってことか。そういうことね。塹壕戦では、これまでのような長射程武器は、あまり効果を発揮しなかったのです。それでサブマシンガンやセミオートライフルってわけか。塹壕戦を経験した軍隊は、近距離一斉射撃できる武器の有効性に気づきました。アメリカだけでなく、イタリアやドイツでも、近距離用のマシンピストルやサブマシンガンが開発されたのです。対戦中には、イタリアのベレッタ、ドイツのベルグマンというサブマシンガンが登場します。ここでベレッタが登場するのか。しかし、彼らが登場したのは、第一次大戦の終戦間近で、本格的な活躍をするのは終戦後のことです。ボルトアクションはいらない子になってしまったの？ボルトアクションは今後、狙撃銃としての役割を持つようになります。N1903 の最大射程は5000メートルを超えており、有効射程も1000メートルを超えています。第二次大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争で狙撃銃として活躍することになるのです。ボルトアクションは不滅。M1903 には A1、A2、A3 などの様々なバリエーションが存在します。狙撃能力を高めるため、重傷や小銃器などを改良したものですね。1942年に登場する M1903A4 というのが最終バージョンになりますが、高性能なスコープを使用できる狙撃モデルです。ボルトアクションは、ボルトアクションの得意な部分を残して活躍していくってわけか。M1903 は、ライフルグレネードとして使うこともできました。これは、M1 ガーランドにはできないことだったので、その役割分担も明確だったのです。ライフルグレネードとは、手榴弾をライフルで飛ばすランチャー型のライフルのことだ。このように M1903 は、長らくアメリカ軍で活躍した非常にバランスの取れたライフルだったのです。これは素晴らしいライフルだな。武器屋のお姉さん。これで20世紀初頭の主要国のライフルについては、ある程度紹介できたかな、という気がします。まだ38式がやってないね。そうでした。他には、イタリアで主力武器であったカルカノというライフルもあります。いずれ紹介できたらと思っております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。